皆さんこんにちは。今日の動画では和食を食べに行きます。和食というのは日本料理のことです。ただ本当はお好み焼きを食べようとしていました。ここは尾道で、尾道はお好み焼きも有名です。営業開始土曜日です。この日は水曜日でした。営業開始が土曜日ということは土日しかやっていないのかもしれません。ちなみにこの先がロープウェイ乗り場です。商店街は平日で夜7時を過ぎていたので閉まっているお店が多かったです。ここは尾道ブルワリー、クラフトビールのお店です。ここで商店街の屋根が終わりました。尾道雑炊という看板があります。お酢を作っている会社です。尾道雑炊は440年前にできたそうです。燕堂さんで手まり寿司を作った時、ここのお酢を使いました。その先にやっているお店がありました。飲み屋さんみたいでした。いい感じのお店でした。長い歴史のあるお店を老舗と言います。ここは尾道で有名な老舗のお茶のお店です。尾道の港は850年前にできました。歴史のある町なので、お店も古い老舗がたくさんあります。これは尾道の商店街を中心としたあたりで100年以上続くお店を地図にしたものです。100年以上やっているお店が37軒載っています。すごくないですか？次に行こうと思ったお店も閉まっていました。この辺は素敵な建物が並んでいます。そしてこのお店も素敵です。東山と書いてあります。この緑の植物は生えてるんでしょうか？上の松も雰囲気があります。メニューが英語で書いてあります。そしてこの赤いのはミシュランのマークではないでしょうか。足元にはなんと金魚がいました。びっくりしました。かわいいですね。アジサイも綺麗です。このお店に行くことにしました。こんにちは。3人ですけどいいですか？大丈夫です、どうぞ。はい、失礼します。傘を置いて入ります。カウンターの席になります。よろしいですか？はい。ありがとうございます。こんばんは。今日の動画では
お店の方がいろいろ説明してくれます。わからないときは字幕をオンにして何度も聞いてみてください。おまかせの軽いコースを頼みました。和食なので日本酒を飲むことにしました。大吟醸がいいかな。大吟醸はすっきりしていて日本酒の中でも飲みやすいお酒です。じゃあすいません、ゴールド鴨鶴、はい、これ1合で2人で分けても大丈夫ですか？はい。グラスが2つきました。お酒をついでくれました。ありがとうございます。中に金箔が入ってますね。金箔というのは金をものすごく薄く伸ばしたものです。最初のお刺身が来ました。瀬戸内海で採れた魚です。一番後ろはタチウオです。タチウオ。はい。今日のタチウオもものすごい脂のって美味しいタチウオなんで。脂が乗っているは美味しい魚を褒めるときによく使います。赤西貝ですね。赤西貝。これが赤西貝だそうです。大きいですね。この紫の花はシソの花です。食べられます。上から下に向けて箸でパラパラパラってやると取れやすいので、はい、上から下にこれをお醤油の中に入れていただいて、はい、お醤油の中にパラパラっと入れて、わかりました。ありがとうございます。やってみました。綺麗です。わさびはお醤油に溶かしちゃうのがいいんですか？それともお刺身につけてお醤油につけるのとどっちがいいんでしょうか？お刺身の方に乗せて食べていただいた方が、はい。わさびはお刺身の方に乗せてお醤油につけて食べるのがおすすめだそうです。わさびの量をコントロールしやすいからだそうです。お店の方が箸の持ち方を説明してくれます。聞いてみてください。こういう箸があったら、下を持つとすごいかっこ悪いじゃないですか。なるほど。本当は上の方持つとかっこいいじゃないですか。ね。もう外国の方はね、結構上手ですよ。上の方を持つ。箸は上の方を持つのがかっこいいです。来るかな？来た。金箔が入りました。瀬戸内海の刺身、関東の方からが来られるとすごく美味しいって言われるんですけど、尾道の海って流れがものすごく速いんで、潮の満ち引きで、なのでその場に居続けるだけでも、結構魚はすごい動いてなきゃいけないので、身がやっぱり全然美味しいって言われるのが筋肉がつくんですか？瀬戸内海の魚が美味しい理由は分かりましたか？瀬戸内海の潮の流れ、つまり海の水の流れが速いので、魚が一生懸命泳ぐので筋肉がついて美味しくなるということでした。次に出てきたのはサワラの西京焼きです。サワラは魚の名前です。
西京焼きというのは料理方法の名前です。ホワイト味噌で1週間マリネして、こう寝かせて焼いてるんだ1よ週間。っていうのを一応見せて、はいああ、オッケーオッケーって言ってなるほどっていうのを見てもらって食べてもらうとまた違うかなっていうふうに、はい、カウンターの時にお見せしてこう食べてもらうんです。西京焼きは白い味噌に1週間つけて焼いたものです。これを外国の人がカウンターに座ったら見せて説明してくれるんだそうです。サワラって大きい魚なんですよ。はい。大きければそんな大大きいほどきいんですか？大きければ大きいほど脂が乗るんですね。小さいのサゴシって言うんですけど、サゴシ。サゴシは脂がどうしても小さいから乗らないんで、全然なんていうか魚として同じ成長魚ですけど、全然価値が何倍も違う。今お店の方が成長魚と言いました。成長魚は出世魚とも呼ばれます。大きくなると名前が変わります。サワラの場合、小さい時はサゴシというそうです。ヒレ酒が来ました。楽しいお酒なのでちょっと見てみてください。火をつけます。アルコールに火がついて青くなっています。とても綺麗ですね。かなり熱くなっています。中のヒレをもう外に出したの。まずヒレを出します。このヒレは何のヒレなんですか？フグです。フグ。フグは膨らむ毒を持っている魚です。わあ、美味しい。なんかね、すごい香ばしい。香ばしいというのは食べ物を焼いた時のいい匂いのことです。はい、ハモの落としですね。梅肉の、ソースをつけております。ハモは魚の名前です。ハモの落としというのはそのハモを熱湯にくぐらせて氷水で冷やしたものです。梅肉というのは梅干しの柔らかい部分のことです。タコがですね、珍しいけど、手長ダコっていうタコで、すごく珍しいんで、今日いいのが入った。食べてみる。手長ダコ、初めて食べました。美味しかったです。お店の前の金魚について聞きました。やっぱりほったらかし食いです。餌あげてないんですか？何で食べてんだろう。もう食べて。毎日金魚に餌をあげていた頃は金魚がよく死んでしまったそうです。餌をあげていない今の方が長生きをしているそうです。で、あとこのちょっと上に今川さんってお茶屋さんがあるんですけど、はい、さっきちょっと撮った。あそこも金魚いるんですか？じゃあ帰りに見てみなきゃ。動画の最後にお茶屋さんの金魚も映すので
楽しみにしていてください。最後にウニ丼とお味噌汁が来ました。お味噌汁にはミニトマトが入っていました。あとお会計お願いしたいんですけれども、はい、カードでいいですか？じゃあこれで一括でします。本当にどれも美味しくて、日本酒によく合いました。またいろいろ見せて説明してくれたのがとても良かったです。割烹東山さん、皆さんもぜひ行ってみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。帰り道にお茶屋さんの前で金魚を見ました。こちらの金魚は大きいです。はい、では皆さん、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらぜひ高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。チャンネルメンバーシップもやっています。入ってくださっている皆さん、ありがとうございます。入っていない皆さんもよかったらぜひ入ってください。また、私は発音を教えるサブスクコースもやっています。発音をきれいにしたい方、また私に発音のチェックをしてほしい方、ぜひチェックしてください。リンクは概要欄にあります。では皆さん、また来週お会いしましょう。またね。